こんにちは。プリンセスモナコです。ちょっと低いね。ごめんなさい。こんにちは。プリンセスモナコです。今日はね、高野豆腐の唐揚げしたいと思います。高野豆腐買ってきたし、高野豆腐栄養あるしね。で、唐揚げしてみたいと思います。お願いします。高野豆腐はまずぬるま湯でちょっと戻しますね。ぬるま湯で戻します。これ熱湯沸かしたので、そしてお水入れて、はい、ぬるくなったのでここに入れていきましょう。どれくらい大きくなるかちょっとわからないし、どれくらい大きくなるのかな。5個ぐらいしてみたいと思います。それで、どんどん大きくなってますよ。十分吸い込んだら大きさに切って、唐揚げのね、味付けで揚げてみたいと思います。醤油とね、味付けは醤油とニンニクと生姜とお酒で味付けて、高野豆腐入れて小麦粉と片栗粉入れてね、鶏の唐揚げみたいな感じで味付けて、で油で揚げたいと思います。これは半分に切ります。柔らかいね。戻った風だね。半分に切りますよ。そして味付けていきましょう。ちょっとこれ水分絞るね。絞って、高野豆腐はね、栄養があるからいいでしょう。よいしょ。はい、絞りました。捨てます。そしたらね、これにお酒 50cc 入れました。醤油もちょっともういいね。はい、お酒と醤油で30cc ぐらいか。お酒30ぐらいと醤油が20ぐらい入れました。卵はいるかな。ちょっとわからないね。卵どうしよう。まずニンニクも入れますね。ニンニクは卵は入れた方がいいか。この生姜使ってしまおうと思って出しました。よいしょ。
使い切れない。使い切れませんでした。醤油とお酒と生姜とニンニク入れましたよ。今醤油とお酒と生姜とニンニク混ぜまして、ここにね戻した高野豆腐を入れましたよ。あ、これは全然汁がね少ないね。わかった。醤油、お水ちょっと、醤油とお水ちょっと足しました。高野豆腐のなんか染み込みがね、染み込むだしが少なかったし、だしあんまり入れると濃ゆすぎるので水で薄めました。はい、生姜お酒と醤油とおいしい、なんかおいしい匂いがこれをね、このだしを十分、染み込ませましょう。高野豆腐に味染みてないと美味しくないから、ちょっとスプーンで押して味を染み込ませますね。よいしょ。味染み込んでねっていう感じで染み込ませていきましょう。よいしょ。スプーンで押してね、味染み込ませました。そしたら片栗粉入れますね。大さじ1杯ぐらいかな。片栗粉を大さじ1、小麦粉を大さじ2入れましたよ。片栗粉と小麦粉入れました。そして高野豆腐に混ぜていきますね。鶏の唐揚げみたいにね。よし。混ぜて染み込ませていきます。片栗粉と小麦粉入れてるからカラッと揚がると思うんですよ。よいしょね。これを焼いていきましょう。いや、こんな感じです。あとに
っとしてみましたよ。高野豆腐の唐揚げ風してみました。いただいてみます。いただいてみます。高野豆腐のね、初めて。ちょっと醤油入れすぎたかな。あとは唐揚げ風。高野豆腐の中、ほら何でも吸収するから油も吸収するかと思ったけど、油は吸収していなさそうだわ。ちょっと醤油入れすぎたので、分かった。これね、醤油を少なくして本だし入れなくちゃ。本だしって入れたらもっと美味しい。栄養もあるしね。これ天つゆで食べたらいいね。ちょっと天つゆしましたよ。天ぷらと一緒だもんね。美味しいわ。栄養もあるし、これいけるね。天つゆがいいね。いただきます。揚げるときに醤油を少なくして、でその分天つゆで食べたら美味しい。大丈夫。これは、ご飯のおかずだね。はい。というわけで今日は、高野豆腐の唐揚げしたんだけど、天ぷらにして天つゆがいいです。一応高野豆腐の唐揚げでした。ありがとうございます。これ栄養もあっていいですよ。はい。今日も見ていただいてありがとうございます。プリンセスモナコでした。